り解説。1995年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1995年に日本で公開された映画って、どんな作品があったか覚えてる？お、懐かしいな。1995年は、名作映画が次々と公開された年だったぜ。へえ、例えばどんな映画があるの？例えば、ショーシャンクの空にや、フォレストガンプなんかは、今でも語り継がれる名作だな。うわぁ、すごい作品ばっかりじゃん。でも、どうして1995年に名作が多かったの？この年はハリウッド映画が世界的にヒットした時期で、日本でもそれが大きく話題になったんだ。また、日本のアニメ映画も勢いがあったぜ。なるほど、時代の流れも関係してるのね。じゃあ今回は、その年に公開された映画のベスト10を紹介するのね。そうだぜ。今回は、1995年に日本で公開された映画の中から特に人気のあった作品を、ランキング形式で振り返っていくぞ。第10位、ショーシャンクの空に。さて、まずは第10位、ショーシャンクの空によ。この映画は1994年にアメリカで公開され、日本では1995年6月3日に公開された名作だぜ。スティーブン・キングの小説、刑務所のリタ・ヘイワースを原作にした映画だな。スティーブン・キングってホラーのイメージがあるけど、これはホラーじゃないの？そうなんだぜ。キングはホラーだけじゃなく、ヒューマンドラマやファンタジーも得意なんだ。この映画は、刑務所を舞台にしたヒューマンドラマで、主人公は無実の罪で投獄された銀行員のアンディ・デュフレインだ。無実なのに刑務所に入れられるの？それは気の毒すぎるわ。そうなんだぜ。妻とその愛人を殺害した罪で終身刑を宣告され、ショーシャンク刑務所に送られる。でもアンディはそこで絶望するんじゃなく、希望を持ち続けるんだ。希望って、刑務所の中でどうやって持ち続けるの？彼は銀行員だった経験を生かしてハドリー主任刑務官の遺産相続問題を解決して、刑務所の図書係を担当するようになったんだ。そして、刑務所内で仲間を作りながら、腐敗した刑務所のシステムに挑んでいくんだぜ。それってもしかして、大脱走とかしちゃうの？まさにその通りだ。アンディは長年かけて少しずつ脱獄の準備を進め、最終的には見事に脱獄に成功する。その過程がめちゃくちゃ緻密で、見ているこっちも息を飲む展開が続くんだ。すごい。でも、刑務所の中でそんな準備をするのって、絶対に見つかっちゃうんじゃないの？それがアンディの賢さなんだぜ。彼は長年かけて掘った穴をリタ・ヘイワースのポスターで隠してたんだ。最後には大雨の夜に下水管を通って脱獄し、自由を手に入れるんだよ。ポスターの裏でそんなことしてたの？気づかれないなんて、すごすぎる。しかも、彼は刑務所長が不正に蓄えていた裏金を奪い、すべてを世間に暴露することで、刑務所の腐敗も暴いたんだ。まさに知略と希望の勝利って感じだぜ。感動的ね。でも、刑務所を出た後のアンディはどうなったの？彼はメキシコの海辺の町、ジワタネホで新しい人生を始めるんだ。そして、刑務所で出会った親友のレッドも後に彼を追って、再会するシーンは涙なしには見られないんだぜ。なんだか、すごく希望に満ちた映画ね。刑務所の話なのに、こんなに心に響くなんて。まさにそれがこの映画の魅力だな。どんなに苦しい状況でも、希望を捨てなければ未来は開ける。そんなメッセージが込められている名作だぜ。第9位、マスク。第9位は、マスクね。1994年にアメリカで公開され、日本では1995年2月25日に公開されたコメディ映画だぜ。主演はジム・キャリーで、彼の出世作として知られているんだ。ジム・キャリーって、あの表情豊かなコメディアンよね。そうだ。彼が演じるのは、気弱で冴えない銀行員のスタンリー・イプキス。ある日、川で不思議な仮面を見つけ、それを被ると緑色の顔をした怪人マスクに変身するんだ。仮面を被ると性格も変わるの？その通り、マスクを被ると、内に秘めた欲望や願望が解放され、超人的な能力を持つ陽気で大胆なキャラクターになるんだ。スタンリーはこの力を使って、日常の鬱憤を晴らし始める。面白そう。
他にどんなキャストが出演しているの？ヒロインのティナ・カーライル役には、当時新人だったキャメロン・ディアスが抜擢された。彼女はナイトクラブの歌手で、スタンリーが一目惚れする相手だ。キャメロン・ディアスのデビュー作なのね。そうなんだ。彼女の魅力も相まって、映画は大ヒットした。さらに、特殊効果や CG を駆使した映像表現も革新的で、アカデミー賞の視覚効果賞にノミネートされたんだ。映像も見どころなのね。ああ、漫画的なオーバーアクションを実写で表現していて、まるでトムとジェリーのようなスラップスティックコメディになっている。ジム・キャリーの顔芸と相まって、笑いが止まらない作品だぜ。見てみたくなったわ。第8位、耳をすませば。第8位は耳をすませばね。ああ、1995年7月15日に公開されたスタジオジブリ制作のアニメ映画だぜ。原作は柊葵の同名漫画で、監督は近藤義文が務めたんだ。どんな物語なの？主人公は読書好きな中学3年生の月島雫。彼女は図書館で借りる本の貸し出しカードに、いつも天沢誠二という名前が書かれていることに気づくんだ。その名前の持ち主が気になるわね。そうなんだ。ある日、雫は不思議な猫を追いかけて、地球屋というアンティークショップにたどり着く。そこでバイオリン職人を目指す同級生の天沢誠二と出会うんだ。運命的な出会いね。ああ、最初は反発し合う二人だったが、次第に互いの夢を語り合うようになる。政治の情熱に触発された雫は、自分も物語を書いてみようと決意するんだ。自分の夢に向かって進む姿が描かれているのね。その通りだ。雫の家族や友人との関係、そして自分の進路に悩みながらも成長していく姿が丁寧に描かれている。特に、劇中で雫が歌うカントリーロードは名曲として知られているんだ。青春の葛藤や成長が詰まった作品なのね。ああ、誰もが通る道をリアルに描いていて、共感できる部分が多いんだ。映像美や音楽も素晴らしく、何度でも見たくなる名作だぜ。第7位、クリムゾン、タイド。第7位はクリムゾンタイドね。ああ、1995年に公開された軍事サスペンス映画だぜ。監督はトニー・スコットで、主演はデンゼル・ワシントンとジーン・ハックマン。この二人の演技対決が見どころの映画だな。軍事サスペンスってことは、戦争ものなの？まあ、単純な戦争映画とは違うけど、舞台はアメリカの原子力潜水艦アラバマ。冷戦終結後のロシアで過激派が核ミサイル基地を占拠し、アメリカと日本への攻撃を計画するんだ。その危機を阻止するために、アラバマが出動するって話だな。それってかなり緊迫した状況じゃない？そうなんだぜ。物語の鍵となるのが、艦長のフランク・ラムジー大佐と、副艦長のロン・ハンター少佐。この二人の対立が軸になってるんだ。どうして対立するの？ロシアの過激派が核ミサイルを発射する可能性が高まる中、アメリカ側に届いた命令は先制攻撃を行えってものだった。でもその直後、潜水艦の通信システムが故障して、続報が受信できなくなっちまうんだ。それって命令が正しいのか、間違っているのかわからなくなるってこと？その通りだ。ラムジー大佐は命令は絶対だから、直ちに攻撃すべきと主張する。一方、ハンター少佐は通信が途絶えた以上、確認なしで核を発射するのは危険だと反対するんだ。なるほど。確かにどっちの言い分も一理あるわね。でも、命令に逆らったら軍の規律違反になるんじゃ？そこがこの映画の面白いところなんだぜ。軍のルールでは、上官の命令は絶対。でも、もし間違った命令だったら、ハンターはそれを疑って、発射を阻止しようとする。そして、ついに艦内で反乱が起こるんだ。軍艦の中で内部分裂、そんなのあり？ありなんだぜ。ラムジー大佐はハンターを拘束して、攻撃命令を実行しようとする。でも、ハンターの支持者も増えて、最終的に艦の中はクーデターのような状態になるんだ。まさに極限の心理戦ね。最終的にどうなるの？結局、通信が回復して、新しい命令が届く。それによると、ロシアの危機は回避され、攻撃の必要はなくなったんだ。つまり、ハンターの判断が正しかったわけだな。
ハンターの慎重さが世界を救ったってことね。そういうことだ。この映画は、単なる戦争映画じゃなくて、権力やリーダーシップのあり方、人間の信念について深く考えさせられる作品なんだぜ。デンゼル・ワシントンとジーン・ハックマンの演技も気になるわ。そうだろ？この二人の演技バトルは圧巻だぜ。さらに、音楽を担当したのはハンス・ジマー。彼のスコアが緊迫感をさらに高めてくれるんだ。心理戦と軍事スリラーが融合した作品って感じね。これは見てみる価値がありそう。ああ、リアルな軍事描写とスリリングな展開が見どころの傑作だぜ。第6位、アウトブレイク。第6位はアウトブレイクね。そうだぜ。1995年に公開されたパニックスリラー映画で、監督はウォルフガング・ペーターゼン。主演はダスティン・ホフマン、レネ・ルッソ、モーガン・フリーマン、ドナルド・サザーランド、そして若き日のケビン・スペイシーも出演しているんだ。パニックスリラーってことは、何か大変な事件が起こるの？ああ、まさに目に見えない敵との戦いを描いた作品だぜ。物語は、アフリカのモタバ川流域で発生した致死率100%のウイルスが、密輸された猿によってアメリカへ持ち込まれ、大規模な感染を引き起こすという話なんだ。100%。それって感染したら確実に死ぬってことじゃない。その通り。しかも、ウイルスは当初、血液や体液を介して感染するタイプだったんだけど、突然変異を起こして空気感染するようになってしまうんだ。それによって、カリフォルニア州の小さな町シーダークリークが壊滅的な状況に陥る。そんなの防ぎようがないわね。主人公たちはどうするの？主人公はアメリカ陸軍伝染病医学研究所のサム・ダニエルズ大佐、ダスティン・ホフマン。彼はウイルスの危険性を察知して、早く対策を取ろうとするんだけど、軍の上層部は極秘事項として事態を隠蔽しようとするんだ。そんな状況で隠蔽するの？どうして？実は、このウイルスは1970年代に軍が生物兵器として研究していたものだったんだ。その存在を公にすれば、軍の責任が問われることになるからな。上層部は事態の公表を避けるため、感染が拡大した街を爆撃する計画を立てるんだ。爆撃？感染を止めるんじゃなくて、街ごと消し去るってこと？そうなんだ。街全体を消せばウイルスも消えるっていう極端な作戦を計画するんだ。でも、それを阻止しようとするのがサムとその元妻で CDC、疾病予防管理センターのロビー、レネ・ルッソ。彼らはワクチンを開発するために、ウイルスの感染源である猿を探し始める。猿を見つけられれば、ワクチンが作れるの？その可能性があるんだ。サムたちは必死に手がかりを追って、感染源の猿を発見するんだけど、軍の追っ手が迫ってきて、爆撃命令のタイムリミットも刻一刻と迫ってくる。それってもう時間との戦いね。最終的にどうなるの？ギリギリのところでサムたちは猿の血清からワクチンを作ることに成功し、感染者の治療を始める。同時に、軍の陰謀を暴き、街の爆撃を阻止することにも成功するんだ。よかった。でも、そんなに危険なウイルスが実際に存在してたら怖すぎるわね。そうなんだよな。この映画が公開された当時はフィクションとして見られてたけど、後にエボラウイルスや新型感染症の流行で、改めて現実味がある映画だって再評価されたんだ。現実世界でもウイルスとの戦いは続いてるものね。この映画、めちゃくちゃ緊張感があって面白そう。ああ、科学者たちの奮闘、軍の陰謀、パンデミックの恐怖が詰まった名作だぜ。第5位、レオン。第5位は、レオンね。ああ、1994年にフランスで制作され、日本では1995年3月25日に公開された映画だぜ。監督脚本はユック・ベッソン。主演はジャン・レノ、ナタリー・ポートマン、そしてゲイリー・オールドマンが出演している。どんなストーリーなの？ニューヨークで孤独に生きる殺し屋のレオン・ジャン・レノは、ある日、隣人の12歳の少女マチルダ・ナタリー・ポートマンと出会う。彼女の家族は、麻薬取締局の悪徳捜査官スタンスフィールド、ゲイリー・オールドマンによって皆殺しにされてしまうんだ。ひどい話ね。それで、マチルダはどうするの？家族を失ったマチルダは、復讐を誓い、
レオンに殺しの技術を教えてほしいと頼む。最初は戸惑うレオンだったが、次第に彼女の熱意に押され、訓練を始めるんだ。殺し屋と少女の奇妙な関係ね。そうだな。二人は共同生活を送りながら、互いに心の支えとなっていく。レオンはマチルダに戦術の処方を教え、マチルダは家事を担当し、読み書きを教えるなど、奇妙な師弟関係が築かれていくんだ。でも、復讐はどうなるの？マチルダはスタンスフィールドが麻薬取締局の捜査官であることを突き止め、単身で彼に挑むが捕まってしまう。レオンは彼女を救出するために命を懸けて行動し、最終的には自らの命と引き換えにマチルダを守り抜くんだ。感動的な結末ね。ああ、愛と犠牲、そして成長を描いた名作だぜ。特に、ナタリー・ポートマンのデビュー作としても知られていて、彼女の演技は高く評価されているんだ。第4位、フォレスト、ガンプ、一期一会。第4位は、フォレスト・ガンプ一期一会ね。ああ、1994年にアメリカで公開され、日本では1995年3月11日に公開された映画だぜ。監督はロバート・ゼメキス、主演はトム・ハンクスだ。主人公のフォレスト・ガンプは、知的障害を持ちながらも純粋で誠実な男性だ。彼はアラバマ州の小さな町で育ち、幼少期は足に障害を抱えていたが、走ることを通じてそのハンディキャップを克服するんだ。走ることが彼の人生を変えたのね。その通りだ。フォレストは驚異的な俊足を活かしてアメリカンフットボールのスター選手となり、大学に進学する。その後、ベトナム戦争に従軍し、戦場での勇敢な行動で勲章を受けるんだ。戦争から戻った後はどうなるの？戦後、フォレストは卓球の才能を見出され、世界選手権に出場するほどの名選手となる。そして、亡き戦友との約束を果たすためにエビ漁業を始め、大成功を収めるんだ。すごい成功の連続ね。でも、彼の恋愛はどうなの？幼馴染のジェニーへの一途な愛が物語の軸となっている。ジェニーは波乱万丈な人生を歩むが、最終的にフォレストと再会し、彼との間に子供を設ける。しかし、彼女は病に倒れ、フォレストは彼女の死後、息子と共に新たな人生を歩み始めるんだ。感動的な物語ね。ああ、フォレストの純粋さと前向きな生き方が、多くの人々に勇気と感動を与える作品だぜ。第3位、5人。第3位は、5人ね。ああ、1995年9月23日に公開された石井隆監督のバイオレンスアクション映画だぜ。主演は佐藤浩市、本木雅弘、根津陣八、竹中直人、椎名桔平、そしてビートたけしなど、豪華キャストが揃っているんだ。バブル崩壊後、多額の借金を抱えたディスコのオーナーバンダイ光彦、佐藤浩市は、暴力団大越組からの取り立てに苦しんでいた。ある日、彼は同じく社会から弾き出された4人の男たちと出会う。リストラされたサラリーマンの荻原翔平、竹中直人、刑務所帰りの元刑事日塚なめ、根津陣八、元ボクサーで大越組のチンピラジミー、椎名桔平、そして美青年の三谷純一、元木正宏だ。万代は彼らと共に、大越組の金庫から大金を強奪する計画を立てる。社会の底辺に追いやられた5人が手を組むのね。そうだ。彼らは計画を実行し、なんとか大金を手に入れることに成功する。しかし、当然のごとく大越組は黙っていない。組長の大越康政、長島俊之は、冷酷な殺し屋京谷一郎、ビートたけしとその相棒柴田一馬、木村和也を雇い、5人を次々と追い詰めていくんだ。緊迫感が増していくわね。ああ、仲間たちは一人また一人と命を落としていく。バンダイと三谷は逃亡を試みるが、京谷の追撃は必要で、最終的には全員が悲劇的な結末を迎えることになる。壮絶な物語ね。でも、こんなに話題になった映画なら、劇場でも大ヒットしたんじゃない？いや、それが意外なことに、劇場公開当時はあまり観客が入らなかったんだ。石井隆監督の独特な作風やバイオレンス描写が、一般的な観客には受け入れられにくかったのかもしれないな。へえ、
それがどうして今はこんなに評価されてるの？実は、この映画が本当に評価され始めたのはビデオ化されてからなんだ。レンタルビデオ店では人気ランキングのベスト5に入り続けるほどの大ヒットとなって、多くの映画ファンの間で語り継がれるようになったんだよ。劇場では不入りだったのに、ビデオで大ヒットってすごい逆転劇ね。ああ、今ではカルト的な人気を誇る作品になっている。バブル崩壊後の日本社会の闇と、そこに生きる人々の絶望と希望を描いたこの作品は、一度見たら忘れられない名作だぜ。第2位、ダイハード3。第2位は、ダイハード3ね。ああ、1995年7月1日に日本で公開されたアクション映画だぜ。現代は、ダイハード・ウィズ・ア・ベンジャンスで、シリーズ第3作目にあたるんだ。主演はもちろんブルース・ウィリスよね。その通り、彼が演じるジョン・マクレーン刑事が、再び大活躍する物語だ。今回はニューヨークが舞台で、これまでのシリーズとは一味違う展開になっているんだ。ニューヨーク市内で爆破事件が発生し、犯人を名乗るサイモンがマクレーンを名指しで挑発してくるんだ。サイモンは次々と難題を突きつけ、マクレーンは市内を奔走することになる。マクレーン一人で立ち向かうの？いや、今回は頼もしい相棒がいるんだ。サミュエル・L・ジャクソン演じるゼウスという電気店の店主で、ひょんなことからマクレーンと行動を共にすることになる。サミュエル・L・ジャクソンが相棒なのね。二人の掛け合いが面白そう。ああ、二人のやりとりは見どころの一つだぜ。さらに、犯人のサイモンを演じるのはジェレミー・アイアンズ。彼は第一作でマクレーンが倒したハンス・グルーバーの兄という設定なんだ。兄弟の復讐劇ってわけね。そうだ。サイモンは復讐心だけでなく、ニューヨーク連邦準備銀行の金塊強奪という大きな計画も企てているんだ。マクレーンとゼウスは彼の罠をかいくぐりながら、真相に迫っていく。スリリングな展開が続きそうね。ああ、ニューヨーク全体を舞台にしたアクションシーンや、二人の絶妙なコンビネーションが魅力の作品だぜ。第1位、マディソン軍の橋。ついに第1位ね。マディソン軍の橋って、すごく有名なラブストーリーよね。そうだぜ。1995年に公開されたクリント・イーストウッド監督主演の映画で、メリル・ストリープと共演した作品だ。原作はロバート・ジェームズ・ボラーのベストセラー小説で、世界的に大ヒットしたんだ。あの有名な写真、雨の中で女性が車の中から男性を見つめるシーンが印象的よね。そうそう。あのシーンはまさにこの映画の象徴とも言える名場面だな。物語は、アイオワ州のマディソン郡に住む主婦フランチェスカ・メリル・ストリープが、夫と子供たちが旅行で家を空けた4日間に出会った一人の男性との短くも強烈な恋を描いているんだ。その男性がクリント・イーストウッド演じるロバートね。その通り、ロバート・キンケイドは、ナショナルジオグラフィックの写真家で、マディソン郡にある屋根付き橋を撮影するためにやってきたんだ。道に迷ったロバートがフランチェスカに道案内を頼んだことから、二人の関係が始まる。最初はただの親切心だったのに、どんどん惹かれ合っていくのね。そうなんだ。フランチェスカはイタリア出身で、若い頃にアメリカ人の夫と結婚してアイオワに移り住んだ。でも、農場での単調な生活にどこか満たされないものを感じていたんだ。そんな時に現れたロバートは、彼女に新しい世界を見せてくれたんだよ。まるで運命の出会いみたいね。まさにそうだぜ。4日間という短い時間の中で、二人は互いに深く愛し合うようになるんだ。ロバートはフランチェスカに一緒に旅に出ようと誘う。でも、彼女は家族への愛と責任に苦しみながらも、結局は夫と子供たちの元に残ることを選ぶ。切なすぎるわ。ロバートと一緒に行けば幸せになれたのに。そう思うよな。でも、この映画のすごいところは、その選ばなかった愛がずっと彼女の心に残り続けることなんだ。映画の終盤、フランチェスカは年老いて亡くなり、彼女の遺書からこの秘密の恋のことが子供たちに伝えられるんだ。最後にあの雨のシーンがあるのよね。ああ、あのシーンは涙なしには見られないぜ。フランチェスカは夫と一緒にスーパーにいるとき、信号待ちの車の中から、雨の中でロバートが自分を見つめているのを見つける。彼は車のドアを開けて、
彼女が来るのを待っているんだ。でも、フランチェスカはハンドルを強く握りしめて動けなかった。そして、信号が青に変わると、ロバートはそのまま去っていく。愛しているのに、一緒にはなれない。すごく切ないわね。まさに大人のラブストーリーだぜ。この映画は単なる恋愛映画ではなく、人生の選択、後悔、そして愛の本質について考えさせられる作品なんだ。メリル・ストリープの繊細な演技と、イーストウッドの渋い魅力が相まって、感動的な名作になってるんだよ。見た後に色々考えさせられる映画なのね。そうなんだ。もしあの時フランチェスカがロバートの元へ行っていたら、どうなっていただろう？でも、彼女は家族を選んだ。そして、その決断を後悔しながらも、自分の選択を貫いたんだ。そんな彼女の姿が、この映画をより深いものにしているんだぜ。深いわ。この映画、絶対見てみたくなった。ぜひ見てほしいぜ。静かだけど心に響く、忘れられない映画だ。総評またはまとめ。いやー、こうやって1995年の映画を振り返ると、本当に名作揃いだったわね。ああ、アクション、サスペンス、恋愛、ヒューマンドラマと、どのジャンルも充実していた年だったな。特に、今でも語り継がれる作品が多いのが印象的だぜ。例えば、ショーシャンクの空にのような感動的なストーリーや、ダイハード3のようなスリリングなアクション、マディソン軍の橋のような大人の恋愛ドラマまで、幅広いジャンルがあったわね。そうなんだよな。しかも、当時はまだインターネットが今ほど普及していなかったから、映画館やレンタルビデオでじっくり作品を楽しむ時代だったんだ。だからこそ、口コミで評価が広がって、後に大ヒットした作品も多いんだぜ。5人みたいに、劇場ではあまりヒットしなかったけど、ビデオで人気が爆発した作品もあったのよね。ああ、そういう作品こそ、映画ファンの間でカルト的な人気を誇るようになったりするんだよな。そして、今もなお、これらの作品は色褪せることなく、何度でも見たくなる名作ばかりだ。今回のランキングで、みんなのお気に入りの映画は入っていたかしら？もし、これは絶対に見るべき、って映画があったら、ぜひコメントで教えてほしいわ。そうだな。また別のテーマで映画ランキングをやるのも面白そうだぜ。じゃあ、今日はここまで。みんな、映画を楽しんでくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。